今回はタロットカードの3枚目、女教皇のストーリーをもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミア第3話スタートです。カードナンバー2、女教皇。高坂夏美、それが私の名前だ。私には3歳違いの弟、春樹がいる。春樹は生まれながらに足が悪く、車椅子がなければどこにも行くことができない。両親はそんな弟を不憫に思っているのか、私よりも弟を可愛がっているように思う。両親の愛情のほとんどが弟に向けられていると言ってもいいくらいだ。私は何とかして両親の愛情を自分に向けようと頑張った。小さい頃はいたずらをして両親の目を自分に向けさせようとした。もちろんそんなことをしても単に怒られるだけで余計に自分は愛されていないんだと思い知らされるだけだったけど、小学校も4年生くらいになると悪いことをしてもしょうがないということに気がつき、とにかく良き姉であろうとした。春樹がやりたいことを手伝い、できないことには手を貸した。勉強だって見てあげたし、遊びに行くときにはサポートしてあげた。こうして私は両親からの信頼を得て、両親のわずかばかりの愛情を勝ち取ることができた。いいお姉ちゃん、お姉ちゃんがいるから助かる。私はいつでも春樹のお姉ちゃんで、夏美個人としては見てもらっていないような悲しい気持ちを抱きながら、それでも両親の愛が欲しくてひたすら演技を続けていた。そんな私も中学生となり、友達の輪も広がると弟の面倒ばかりを見てはいられなくなった。まだ小学4年生の春樹は私の帰りを待っていたけど、一緒に走ることもできない弟と遊ぶより友達と遊んだ方が楽しかった。両親からは春樹の面倒を見てほしいと言われたけど、私にだって自分の時間が欲しい。友達との時間は大切な時間だ。万が一友達との関係に傷がつけば、まだまだ続く中学時代が地獄の時代に早変わりしてしまうのだから。両親の愛は欲しいが、それ以上に学校生活は気が抜けない。ところが毎日帰りが遅い私に母が言った。お母さんだって仕事があって帰りが遅くなることがあるんだから、春樹の面倒を見てくれないと困るのよ。お姉ちゃんなんだから弟の面倒くらいちゃんと見なさい。理不尽だとは思いながらも反論することができなかった。母はどこにも行くなと言っているわけではないのだ。友達と遊ぶなら春樹も一緒にと言っているだけ。弟がいるということはそういうことなんだと自分に言い聞かせた。翌日は友達と遊ぶ約束をしていた。みんなでファンシーショップに行こうと思ったのだが、急遽弟の面倒を見るからと断ると、だったら弟くんも一緒に遊べばいいじゃない。連れておいでよ。車椅子であることを知らない友達は軽くそう言った。ごめん、車椅子だから狭い店内には入れないんだ。すまなそうにそう言うと、友達はえという顔をした。そりゃそうだ、全く知らなかったんだからそこは驚くと思う。その場にいた別の友達が
だったら夏美の家でみんなで遊ぼうよ。トランプとかさ、ファンシーショップは逃げないんだから。と言ったことで、みんなで私の家で遊ぶことになった。翌日は学校が終わるとそのまま私の家に集まった。女子中学生が3人、私を入れて4人、そこに車椅子の春樹。小学校の頃は同じ地区の友達同士で春樹のことを知ってる人ばかりだった。だからどんな遊びならいいのか春樹にもできる遊びを考えてくれた。けれど今回集まったのは車椅子を知らない女の子ばかりだ。友達は春樹を見ると異様なものを見るような目つきになった。そしてひそひそと話し合っていた。ねえ、座って。今ジュース持ってくるから。そういう私に友達の一人が言った。ねえ、弟くんって生まれつき障害者なんでしょ？うん。大変だね、車椅子なんて。まさか家の中でも車椅子だとは思わなかったわ。惨めだね。だってこれじゃ何もできないじゃない？私家の中では普通なのかと思っちゃった。これじゃファンシーショップなんて行けないよね。車椅子なんてみっともないもんね。一緒にいた友達は黙っていたけど、その目はどことなく笑っているように見えた。夏美を誘うのも悪そうだよね。弟くんの面倒を見ないとダメなんでしょ？そんなことないよ。今日はたまたまなんだから。だって親が仕事の時は面倒を見ないとならないんじゃ、一緒に遊ぶのも気にしながらになっちゃうじゃん。それじゃあこっちだってつまんないから。大丈夫だよ。それに生まれつきの障害なんでしょ？頭は大丈夫なの？弟くん顔つきがちょっと普通じゃないけど、もしかして頭の中も障害があるんじゃないの？それどういう意味？そういう意味だよ。言ったまんま。やっぱりわからないとか、夏美も頭に障害があるんじゃないの？そんなことないよ。私障害者って嫌いなんだよね。自分だけは特別ですみたいな感じでさ。うちの親が言ってたけど、障害者なんて邪魔なだけだって。だから夏美の話をしたら嫌ねって言ってたんだ。そんな、私は関係ないよ。関係あるよ。だって家族じゃん。兄弟じゃん。友達は春樹の前で好き放題言っていた。春樹はと見てみると、うつむいたままじっと座っていた。春樹の心の中なんて見えない。春樹がどう思っているのかなんてわからない。その時の私は自分のことだけで、なんとか友達とうまくやらなくちゃって気持ちでいっぱいになっていた。大丈夫だよ。明日からは弟の面倒なんて見ないから、今日だけって言われたんだから。私は必死に弁解した。友達との関係が壊れたら学校に行けなくなる。そう思ったから。友達たちは笑いながら、春樹がいないなら一緒に遊ぼうと言って帰っていった。友達が帰ると、私は春樹のもとへと戻り、罵詈雑言を浴びせた。あんたのせいで、私が友達にはぶられたらどうしてくれるのよ。あんたさえ健康な体だったら、あんなこと言われることなんかなかったんだ。だからあんたの面倒なんて見たくなかったのよ。それなのにお母さんはちっとも私のことなんて考えてくれない。いつでもあんたのことばっかり。あんたが弟で本当に損した。弟は目に涙をためてじっと私を見つめた。言いたいことはたくさんあったんだろう。それでも何も言わずにじっと私の投げつける言葉に殴られ続けた。
そんな弟の態度が余計に気に食わなくて、さらに私は言葉の暴力で弟を打ちのめした。心の中では、あんたさえいなければ、あんたさえ私の弟じゃなかったら、と繰り返していた。それから私は弟の面倒を見ることをやめた。家族で出かける時も、私は一緒には出かけなかった。弟と一緒に出かけて、奇異な目で見られるのが嫌だったのだ。学校でも、あれ以来私の立場は弱いものとなり、それこそ必死に自分の居場所を守らないとならなくなっていた。両親はそんな私を見ていて、どう接していいのかわからないようだったが、そんなのは関係なかった。私がこうなったのは弟のせいだし、障害者を産んだ親のせいだと思ったからだ。そんなことを考えるなんてとてもひどいことだと、その時の私は全く気がつかなかった。周りの偏見に振り回され、物事の本質を見失っていたのだ。高校生になった頃、私は人並みに恋を知った。クラスメートの彼は優しく、誰にでも話しかけ、男子女子関係なく友達になれる人だった。そんな彼を狙っている女子は多かったが、私が彼のハートをゲットしたのだ。私は有頂天だった。ところが、付き合い出して2ヶ月もすると、彼が私の家に遊びに行きたいと言い出したのだ。私だって彼を呼びたいし、親がいない家の中で彼と2人でいたい。けれど思い出されるのは中学時代の友達の態度だった。彼がもしも弟を見たら、あの時と同じ反応をされるのではないか。障害者であることを変な目で見られ、せっかくの恋が終わるのではないか。そんな思いにとらわれ、彼を家に呼ぶことができなかった。彼を家に呼べない。そのために彼に嫌われたら。そんな思いもあった。それでも弟を見られることを考えると、どうすることもできなかったのだ。けれど彼はいつか気が向いたら呼んでよというだけだった。それからも変わらず、彼とは LINE で話したり、学校の行き帰りを一緒に歩いたり、休日には一緒に出かけたりした。そんなある日、母が仕事の都合上休むことができないからと、私が春樹の病院に付き添うことになった。バスに乗り、向かう先はもう何年も通い続けている病院だ。できることなら行きたくはないが、親が休めないのだから仕方がない。いくら中学生になったとはいえ、車椅子の弟を一人で放り出すことなんてできないのだ。私はふてくされながらも弟の車椅子を押して歩いた。病院に着くと、消毒薬の匂いが私を包んだ。たくさんの人が縦横無尽に歩き回る中、廊下の隅を車椅子を押した。さすがに病院だけに車椅子の弟を奇異な目で見られることはない。これが街中だと、哀れみの目や奇異の目、あるいは邪魔だと言わんばかりの目で見られるのだ。私は健康なのに、障害を持っている家族がいるだけで、そんな目で見られることが理不尽で、できることなら弟を置いて帰りたいくらいだった。お姉ちゃん、ごめんね。中学時代のあの一件以来、春樹は私によくそう言うようになった。今日だってこれで何回目だろう。それがまた勘に触る。障害者だから何もできない。とりあえず謝るからやってください。私にはそう聞こえていた。診察を終え、あとは清算して帰るだけという時だった。私の名を呼ぶ声が聞こえた。振り返ると、
そこには絶対に会いたくない人が立っていた。夏美、こんなところで会うなんて偶然だね。今日はどうしたの？あまりのことに言葉が出なかった。なんとそこには彼が立っていたのだから。あれ？その子は？弟くん？あの、私が答えに窮していると、春樹が口を開いた。違います。そこで困っていたら、この人が助けてくれたんです。え？こんなにそっくりなのに？そうか、そういうのが君たち兄弟の冗談なのか。そう言って快活に笑うのだ。確かに私と春樹はどうごまかそうとしてもわかるほどよく似ている。まるで双子なんじゃないかと思うほどそっくりなのだ。彼は車椅子の春樹を見ても何も言わず、大変だねとお決まりのセリフすら口にはしなかった。ごく普通に健康な少年と話すように世間話をし、キーの目で見ることもなかった。私は心臓が飛び出すんじゃないかと思うほどの心音を聞きながら彼と別れた。頭の中では終わった。これで全て終わりだ。中学時代と同じだよ。と繰り返していた。泣こうなんて思ってもいないのに涙が流れた。ところが家に帰りつきぼんやりしていると携帯が鳴った。画面を見ると彼だった。きっと別れようと言われるんだろうと覚悟を決め LINE を開くと、そこにはいつもと変わらない彼の言葉が並んでいた。春樹の車椅子については何も触れず、よく似てるね。今度弟くんと一緒に遊ぼうよ。という言葉。この言葉の裏にどんな罠があるのかと疑う私は弟のことを自分から話していた。弟は生まれながらに障害があって小さな頃からずっと車椅子なの。へえ、そうなんだ。気持ち悪いでしょ？は？なんで？だって障害なんて面倒だし。なんでそんなこと言うんだよ。弟くんがかわいそうだろ。好きでそんな体に生まれたわけじゃないのに。でもみんなそう言うよ。みんなって全世界のどれだけの人なの？まあ俺はそうは思わないからさ。春樹くんって言ったっけ？いい子じゃないか。俺は弟が欲しかったからさ、春樹くんと仲良くなりたいな。本気？本気本気。てか別に車椅子だからって関係ないでしょ。それって目が悪い人が眼鏡かけてるのと同じでしょ。足が悪いから車椅子を使ってるだけなんだからさ、言ってみれば個性だよ。彼の言葉を繰り返し読み、泣いていた。私だって本当はそう思っていた。車椅子の何が悪いのか、車椅子だからって誰に迷惑をかけているわけでもない。春樹だって好きで足が悪く生まれたわけじゃないのに、どうして私たちはこんなにも苦しまないとならないのかと。それでもそれを口にすることなんてできなかった。そんなことを言えば何と言われるかわからない。それが怖くて、私は周りの意見に反論することもできず、弟を傷つけてきたのだ。だからさ、今度弟くんと一緒にどこかに行こうよ。もちろん弟くんが良ければだけどさ。ありがとう。きっと春樹も喜ぶと思う。このことを春樹に伝えると、最初は驚き、また私に迷惑をかけるのではないかと怯えていたが、私の本心を伝え、今までのすべてを謝ると一緒に泣いてくれた。やっと弟と私の間にあった厚くて高い壁が崩れたのだと思った。
次の休みには彼を家に招いた。中学1年以来友達を家に招いたことのない私が友達を連れてきたと両親は大騒ぎだった。春樹も恥ずかしそうにはしていたものの嬉しいらしく終始笑顔だった。その後もずっと彼は私が留守でも遊びに来るようになり、春樹と2人で出かけたりもしているようだ。春樹が受験生となった時は毎日のように家に来て家庭教師をしたり、まるで兄弟のようだった。私と彼はというと別れることもなく、ゆっくりとその関係を築いていった。こうして高校の3年間を終え、大学も同じところへ通い、問題なく卒業することができた。その頃には私の中にあったわだかまりも消え、障害者をバカにする人こそバカなのだと自分の本心を言えるようになっていた。大学を卒業して4年、春樹も大学を卒業し1年が過ぎていた。障害のある春樹がどのような仕事に就くのかと心配していたが、中学を卒業した頃からパソコンにはまり、それがきっかけでゲーム作成を手掛けるようになり、今ではあちこちの企業からオファーが来ているという。両親も口には出さなかったが、仕事のことは心配していたらしく、春樹がそれなりの収入を得られるようになると、お赤飯を炊いてお祝いをした。その席に私はもちろんだが、彼も呼び、みんなで春樹のお祝いをしたのだった。楽しく食事をし、程よいお酒に気分が良くなっていたとき、両親と春樹の前で彼が口を切った。おじさん、おばさん、春樹くん、お願いがあるんだ。そう言い出した彼に、両親も春樹も何事かと口をつぐんだ。実は、夏美さんにプロポーズしようと思うんだけど、許してもらえないだろうか。彼の言った言葉に一瞬聞き間違ったのかとぼんやりとしていると、両親も弟ももちろんだと大喜びしていた。ちょっと待って。なんで私にプロポーズする前に両親に了解を取るのよ。そりゃあご両親が納得してくれないと結婚なんてスムーズにはいかないだろう。なんともすごい策略家である。それとも夏美は俺と結婚してくれないのか。いや、そういうことじゃなくて、もっとロマンチックなプロポーズを期待して。そう言うとみんな爆笑したが、一生に一度のプロポーズなのだから、そう思うのは女心というものだろう。そうか。じゃあもう一度仕切り直しでどこかレストランでも予約しておくよ。そう言って笑う彼と両親、そして弟。私はなんだかとっても幸せな気分だった。誰よりも弟が喜んでくれているのが嬉しくてならなかった。でも結婚式には僕は参加しないよ。こんな姿じゃみんなに迷惑をかけるからね。明るくなっていた弟の口から出た言葉はあの時を思い出させた。もうすべてを許してくれて、弟の傷は癒えているとばかり思っていたのに、心の奥底ではその傷は癒えるどころか、しっかりと傷口を開けていたのだ。何言ってるんだよ。車椅子だから迷惑とかバカなこと言わないでくれ。春樹くんは俺の弟なんだから、もしも春樹くんをいじめるやつがいたら、お兄ちゃんがやっつけてやるから気にするな。そう言って豪快に笑ったのだ。私は嬉しくて悲しくて、流れる涙を拭きながら春樹の手を握り、涙と一緒に言葉を絞り出した。お姉ちゃんのウェディングドレス姿、あんたに一番見てほしいんだよ。
いかがでしたか？このカードは戸惑いとそこに隠された真実を暗示しています。先入観や偏見などによって物事の本質を見誤ってはいないか、本当はこうすればいいと分かっているなら自分を信じて突き進む導きのカードです。それゆえ周囲に振り回され本質を見失うという物語にしました。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。